いきますね。1、2、3。皆さんお元気ですか？マリアでございます。ラスベガス名物ベラジオの噴水がお部屋から見えるホテルに泊まってみました。しかもこちらなんと4つ星ホテル。ベラジオに泊まるよりも半額以下のお値段で泊まれるんです。物価高の今、ラスベガス旅行のホテル選びにはかなり嬉しいホテルではないでしょうか。今回はチェックインの様子からお部屋まで、そしてちょこっとしたトラブルも含めて全部ご紹介いたします。これからラスベガス旅行を予定されている方やラスベガスホテルに興味を持っている方にぜひ参考になれば嬉しいです。それではチェックインしていきます。わー、バッチリ見える。ここって本当にラスベガス？高さが約165メートルのエッフェル塔レプリカ。ここはパリって思ってしまうぐらいパリの街並みをリアルに再現した完成度の高いホテルなんです。その名もパリーズ・ラスベガス。開業は1999年、客室は3672室あります。エントランスから入ってみたいと思います。この雰囲気どこかと似てませんか？そう、お台場にあったヴィーナスフォート。私そこ好きだったんですよ。でも2022年に閉館してしまったんですよね。ヴィーナスフォートを思い出します。すごく似てます。懐かしい。さて、こんな時間がありません。チェックインしなきゃ。まだ2時ぐらいなんですけど、皆さんも並んでます。すごい豪華なカウンターですね。このシャンデリアもなんかパリっぽいですね。すごい。2時頃から並び始めて約30分。いよいよ次は私たちの番です。Check your please. Checking in. Can I see your ID? So you are here for one night stay. Yes. For the room, this is for 2 beds with the Eiffel Tower view and the strip view right in the front. Do you have any parking in the garage? No. Parking. Can you write down email, phone number, and home address? You already prepaid for the room. Yes. That's the resort fee, so that is $62. Your deposit is $50, but that goes back. So tap more in there. Right here is the checkout day and the resort fee. Just gonna have you press steps whenever you're ready. Okay. So you're gonna be on floor 29, room number 74. Tower is called Bordeaux, like the wine. Here you go. Thank you. You're welcome. こっち行けばボデックスタワー。なんかお部屋は自分で勝手に探していってねみたいな。30分ほど並んでチェックインできましたね。今3時なのにもかかわらずお部屋が当たりました。こちらです。ここに売店があったりとか、ここのタワーになるんですけど、フロア29階だからこっちかな。フロアによってエレベーターが違うんですね。で、私たちは29階の74です。お、そこに書いてある。すごい。あ、こんな立派な入り口な。はい。着きました。着いたんですけど、私めっちゃびっくりしたの。このドアがこの2つです。はい。なんか名前がちゃんとあります。意味は後で調べます。はい。この2974です。ちょっと待って。ここっぽいです。ピー。ここ。
ここが真の私たちの部屋になります。あれなんなんびっくりしました今。行きます。はい、ちゃんと働きましたよ。こっちがだんだんびっくりした。私もびっくりしたよ。はい、お部屋入りました。どうぞどうぞ。エッフェル塔見えるんでしょうか。行きます。じゃーん。うわあ、ベラジオ噴水見えます。よかったです。お、ベラジオ見える。本当。わあ、すごいすごい。エッフェルタワーです。お部屋を見てみたいと思います。ベッドが、ベッド2つって言ったけどね。さっき彼女もベッド2つって言わなかった？ For the room, this is for 2 beds. どうする？でもタバコ臭くはないです。前のホテルはタバコ臭かったんで。君のその予約ではどうなってるの2、ベッド2。聞いてみる？ベッド1つしかないけどつって。フロントに電話すると、フロントまで来てくださいと言われました。短い間でしたが、バイバイ。次。でも、また最初から並ばないといけないのかなと、向かってる間はそればっかり考えていました。外まで並んでる。外まで。ほら、やっぱり外まで行列ができてます。とりあえず奥の方まで行ってみることにしました。奥まで来てみると、ロビーアンバサダーという場所があったので、ここで待つことに。前には一組だけです。My reservation is 2 queen, but this is only 1 bed. Let me. ID, please. Okay, 2 beds. Okay, thank you. 本人確認をした後、新しい部屋のルームキーを受け取ることができました。10分もかからなかったのでよかったです。この時が4時ぐらいだったんですけど、できれば3時前にチェックインした方がいいと思います。もう外までね、並んでますからね。ご参考くださいね。今回は24回です。2421。次の部屋に期待を込めて向かいたいと思います。奥の方ですよ。こっち？どうしてこっちでいい？はい、again。お、ベッド2つです。こっちの方が広いですか？そしたら行きますね。1、2、3。お、さっきよりいいです。いいです。さっきよりいいですわ。いいじゃない？ここ真ん中のここから見えない。いいね。プールも丸見え。丸見え。すごい。わーお。いいんじゃない？わー高さを取るか角度をこっちですよね。いいと思うこれ。これが17,000ですわ。すごくないですか？そのベラジオで泊まる人は、同じ噴水とこのエッフェル塔が見えるんですけど、5、6万。こっちはちょっとタワーでちょっと邪魔になってるけど噴水が見えてベラジオも見えるんです、ね。はい。この夜はまた素敵になると思う。さっきよりいい感じです。ベッドが2つあって、誰もいません。ここに金庫と冷蔵庫があります。じゃん。
構パリっぽいです。パリってこういう赤と大理石、こういうのありませんか？ここはちょっと古いですね。トイレとかは上の方が綺麗だったかもしれない。バスタブなかったよ。シャワーこんな感じですね。さっきはハンドシャワーあったけど、仕方がないです。このバスタブがあって、トイレもあります。ボディローション。この辺もちょっと古そうですけど、こんな感じです。わー。バッチリ見える。はい、プールに行きたいと思います。すごい晴れてきました。はい、プールはね、ここ下、丸見えです。今いる部屋は2421号室です。すごくないですか？で、今日は、この水着はこんな感じで、旦那はあんな感じ。レッツゴー！はい。ということで、今回の動画は、パリーズ・ラスベガスホテルのルームツアーでした。今ね、雷がすごいです。最初のお部屋ではちょこっとしたトラブルがあったんですけれども、無事お部屋変更してもらいましたね。皆さんはこういう時に変更してもらう派ですか？それとも変更しない方ですか？コメント欄に書いていただけると今後の旅の参考にいたします。ぜひ教えてください。そして何よりお部屋から見えるそのエッフェル塔とベラジオの噴水は最高でした。他のホテルでは見れない角度なんで特別感もありましたね。ベラジオの方がオリジナルだろうけれども半額以下ですからね。今度はベラジオに泊まれるように頑張りたいと思います。日々の節約を積み重ねて絶対ベラジオに泊まってみたいと思います。ちなみに今回の部屋はエッフェル塔ビューの部屋を指定して予約したんですけど、そうじゃない部屋マウンテンビューとか言ってました。それはね、最安値で14,000でも泊まることができるらしいです。皆さんのラスベガス旅行のホテル選びの時にぜひ検討していただけると嬉しいです。そしてですね、プールからこう見上げるエッフェル塔も最高でした。今回はルームツアーの動画だったので載せてはないんですけど、今度ね、編集が終わり次第アップいたしますので、ぜひ楽しみにしてください。チェックインは4時からなんですけど、2時ちょっとで行って1時間ほど早くチェックインできたのは嬉しかったです。最後まで見ていただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねと動画がアップされて1週間ですか？1週間の間のハイプもお願いします。いろいろね、お願いしちゃって申し訳ないんですけど、どうかよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。マリアでございました。バイバイ。雷。雷鳴ってる。